紙で作る八重咲きの椿の花ですね。こちらの作り方を、ご紹介していきます。それでは作っていきます。この紙は A4 サイズの画用紙になります。花びらをたくさん作らなければいけないので、今回は折って作っていきます。まずは画用紙を半分に折ります。折ったらさらに半分に折ります。次に画用紙を折って2枚重なっているところですね。こちらの方に花びらの下書きを描いていきます。花びらはハートのような形をしておりますんで、この形の半分を描いていきます。定規を当てて下からだいたい4センチほどの高さに印をつけてください。次に向きを変えて、横の一番幅があるところで 2.3 センチほどのところに印を描きます。あとはこれを基準にハートのような形のものを描いてください。はい、このような感じで下書きを描きました。下書きを描いたら、ハサミで切ってください。ハサミで切ると、これで合計2枚のハートの形のものができます。2枚できるのですが、この画用紙の右の方、この部分ですね。ここでもまだ作れますので、1枚目で作ったこの紙を当てて、型紙代わりとして、さらにもう1枚作ってみてください。同じサイズのものを描いたらハサミで切ってください。ハサミで切ると1枚はつながっているもの、もう残りは切れているものが出来上がります。なので花びらを作るのに同じような箇所で合計で3枚作ることができます。なのでもし可能であれば画用紙の末端と折れ目がある方、こちらのこの折れ目の部分を2枚重なっているこちらの中に入れるようにして折ります。画用紙のちょうど真ん中の折れ目、これを半分に折ったところに合わせて折ってまた折ります。これによって右側の方、末端の方はこの末端2枚だけになります。この状態で折れ目の方に型紙を当てて、そして下書きを描きます。下書きを描いたらハサミで切ってください。ハサミで切りますと、これで合計で3枚の花びらが一度に作れます。その代わり画用紙が硬くなりますので、ハサミで切りづらくなります。お好みのやり方、やりやすい方法で作ってみてください。鉛筆の描いた跡が残っているので、これについては消しゴムで消しておいてください。大きなサイズの花びらを合計で6枚作りましたら、これを使ってさらに小さいものを作っていきます。折れ目に型紙を当てている状態で、一度一番大きいサイズの花びらの形で下書きを描きます。はい、下書きを描きました。次に先ほど描いた下書きよりもおおよそ2ミリほど小さめにハートの形を描いていきます。このような感じで一番最初型紙を使って描いた下書きよりも2ミリほど小さめに内側に下書きを描きました。あとはこれをハサミで切ってください。はい、ハサミで切りますと、1枚目に作ったものよりも少し小さいものが出来上がります。こちらの少し小さいものにつきましても合計で6枚作ってください。なので、先ほど作った小さい花の1枚を抜き取って、これをまた折れ目の方に当てて、これを型紙代わりにして下書きを描いて、ハサミで切ってください。最初のものに比べて少し小さい花びらを6枚作りました。同じ方法でもう1種類小さい花びらを6枚作ってください。大きさが違う花びらを合計で3種類作りました。すいませんが、こちらの最後に作った小さいやつ6枚作るとお話ししましたが、合計で12枚作ってください。なのでこちら6枚あるんで、さらにもう6枚追加で作ります。3種類目に小さいものを追加で6枚作りました。同じようなやり方で残り5種類小さい花びらを作っていってください。最初にご説明した4枚よりも徐々に小さくなるものを合計で5種類、作りました。作った花びらの枚数ですが、一番大きいサイズのものが6枚、その次が6枚、3番目に小さいものが12枚作ってます。次に大きなものが
5枚、その次が5枚、そして残りのサイズのものは3枚ずつになってます。次にこれらを加工していきます。こちらは100円均一などで売ってるジョイントマットを切ったものですね。このジョイントマットのその表の棒ではなく裏のクッションになっている方、こちらを使っていきます。あとは鉛筆を使います。これはお好みでやってもやらなくても大丈夫なのですが、花びらの先端の方がやや白くなってますので、色鉛筆などがあればそれを、使って花びらの先端を白く塗って加工してみてください。色鉛筆でほんのりと白く塗りました。次にこの花びらをカールさせます。鉛筆などを丸い円柱のものですね。こちらを花びらの裏に当てます。色鉛筆で色を描いている場合は、色がついている方が上になります。これを花びらの裏の方に当てて、そして鉛筆をスライドさせてカールさせます。真ん中の部分をカールさせたら、今度は左右の上の部分、こちらを斜めにカールさせます。このような感じで上の左右の部分をそれぞれ斜めの向きに向けてカールさせました。同様の加工を残り5枚同じように加工してください。残り5枚も同じように加工しましたら、次に小さいサイズ、そしてこれのまた一つ小さいサイズ、こちらを加工していきます。先ほどと同じように鉛筆を当てて後ろの方をこのようにカールさせます。上の方に向けて癖をつけた後はこれを反転させて、先端の尖っている方も同じようにカールさせます。このような感じでカールさせました。そしたら先ほどと同じように上の部分も斜めの方に向けてカールさせます。もしも鉛筆で先端の部分カールさせにくい場合は、指でこのように調整してみてください。これをですね、残り5枚、そしてこれよりもう少し小さいサイズのものも同じように加工してください。先ほどの2種類のサイズのものを同じように加工しました。そうしましたら今度は3番目と同じ大きさのこちらの6枚を加工します。このサイズの花びらにつきましても鉛筆でカールさせるのですが、カールさせる際に色鉛筆で色を塗っている表側に鉛筆を当ててスライドさせて、で、ゆるいカールを作っていきます。なので、先ほどと逆の方に、逆の向きですね、に向けてカールさせます。真ん中の部分をゆるくカールさせたら、今度は斜め上の左右の部分、ここも同じように内側に向けて、カールさせます。はい、このような感じでカールさせました。ゆるくやってます。これを残り5枚も同じように加工してください。残りも同じようにカールさせました。ゆるくカールさせてます。で、次に小さいものですね。こちらについても表側に鉛筆を当てて、そしてカールさせます。このサイズのものにつきましてはしっかりとカールさせます。持ち手の方を変えて先端の尖っている方も同じようにカールさせます。そして上の方、左右、斜め上のところも内側に向けてカールさせます。このような感じでしっかりとカールさせました。残りも同じように加工してください。残りも同じように加工しましたら、これよりも一つ小さいサイズ、こちらも加工していきます。この花びらも色を塗っている表の方、こっちの方に鉛筆を当てて、そしてカールさせます。上の部分をカールさせたら、今度は下の方、先端尖っている方もカールさせて、そして上側の斜め上のこの部分ですね。こちらも内側にしっかりとカールさせます。この花びらにつきましては、先ほどよりもさらにきつく、カールさせます。はい、このような感じです。残りの4枚も同じように加工してください。残りも同じように加工しましたら、後のサイズは3つになりますので、これも先ほどのものと同じように、加工してください。一番最後の小さいサイズのもの、こちらにつきましては、白く塗っている場合は、この白い面を表にし、裏の方を鉛筆でこのようにカールして加工してください。なので先ほど2番目のものとは逆の向きになります。向きが違うだけで他の部分の加工は同じように行ってください。すべて加工したら今度はジョイントマットを使っていきます。ジョイントマットにつきましては最後の小さい3種類を使います。まずは3つの中で一番大きいサイズのこちら。
この花びらは先端の部分、尖っている方を鉛筆当てて、そして押し込んで加工していきます。このような感じで先端の部分をより強くカールさせるような感じに加工しました。押し込んで加工することによって先端の部分がお椀状になるような器のような感じに深みが出ますので、このような感じで加工していきます。先端の部分を鉛筆を当てて、で少しながらシワを作っていき、こんな感じで少しシワを作ったら、先端よりも少し上あたりに鉛筆を当てて、そしてぐっと強く押し込むことによってより強く、シワが寄りますんで、そうすると器のような形になってくれます。こんな感じの形になります。ちなみに鉛筆のこの先端の丸い部分を使っていますが、同じように先端が丸いものであれば鉛筆でなくても大丈夫です。このような加工を残りの1枚だけですね、行ってください。合計で3枚加工してください。すべて加工しましたら、次に大きなサイズのこちらを使います。このサイズの花びらにつきましては、先端以外にもこの上の部分、外側ですね、ここを加工していきます。先ほどと同じように鉛筆を当ててゴシゴシとこすって、で器状にしていきます。このような感じでですね、全体的に器のような感じに加工しました。これを残り2枚も同じように加工してください。残りも同じように加工しましたら、最後の一番小さいものをやっていきます。これにつきましても、裏側のへこませている方、このへこませている方に鉛筆を当てて、この場合は本当に強くですね、強く真ん中に押し当てて、で、丸く加工していきます。このような感じで、丸くなるように加工しました。残り2枚も同じように加工してください。残りも同じように加工しましたら、これにつきましては鉛筆で、加工したよりもさらに上の斜め上の部分ですね、ここを指でさらに内側に向けてこのように丸めていきます。このような感じで丸めました。残りの2枚も同じように加工します。3つとも加工しましたら、今度は花びらを作った画用紙の切れ端を使います。端っこのだいたい1センチぐらいをハサミで切ります。このような感じのものをさらに、角を落としてやや丸くします。こんな感じで切りました。形がいびつでも大丈夫です。これを作った花びらの種類分だけ、作ります。合計で9枚作りました。あとはこれを貼っていきます。まずは一番大きなサイズのこちらの花びら。こちらのカールさせている裏の方、先端にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、先ほど作ったこちらですね。これの半分あたりを貼り付けます。こんな感じで先端の部分を作った紙の半分あたりまで貼り付けます。貼り付けたら、この上にボンドを塗ります。ボンドを塗ったらもう1枚も中心の部分、先端を合わせつつ斜めに貼ります。貼り付けたら次も同じようにボンドを塗って、次のものも先端の部分を貼り付けてください。3枚目を貼り付けましたら、またボンドを塗って、そして4枚目ですね。4枚目につきましては、一番最初に貼り付けたものの反対側に貼るような感じになります。で、次のものも同じようにボンドを塗って、今度は2枚目の花びらですね。これの反対側になるように貼り付けます。そして最後の1枚も同じようにボンドを塗って、そして貼り付けてください。はい、こんな感じですね。この工程を次に小さいもの、そしてこれよりもさらに一つ小さいものを、同じように貼っていってください。大きいサイズ3つとも貼りましたら、今度は反対側に反らせたものを貼っていきます。これも貼り方については、この反らせた方とは逆の外側の方ですね。外側の先端にボンドを塗ります。そしてこれを貼り付けます。あとは同じようにボンドを塗って、
2枚目を貼り付けます。貼り付け方につきましては、先ほどご紹介したものと同じやり方になりますので、残りの4枚も同じように貼ってみてください。このような感じで貼り付けました。器みたいな感じになります。そしたら次に小さいものを貼っていきます。このサイズにつきましては5枚だけですので、貼り付け方にはご注意ください。この次のサイズのものにつきましても5枚なので、同じように貼り付けます。1枚目をこのように貼り付けたら、同じようにボンドを塗って、そしてもう1枚を貼り付けます。6枚のものに比べてずらして貼っています。このような感じですね。貼る位置にちょっと気をつけながら、残りのものも貼ってみてください。このような感じで貼り付けました。貼り付ける角度がですね、ずれてしまったとしても、鼻と鼻の隙間が大きくなければ大丈夫だと思います。次の小さいサイズも同じように貼ってください。もう一つも貼ったら次に小さい、今度は3枚のものを貼っていきます。3枚のものも先端の部分にボンドを塗って、そして貼り付けます。貼り付けたらもう1枚、これについては斜め下のところに貼り付けます。こんな感じで斜め下に2枚貼り付けました。これを次のやつも同じように貼ってみてください。3枚貼り付けましたら一番小さいものを使っていきます。ボンドで貼り付ける前にハサミで加工します。少し広げると、ハートの上の部分ではなく、下のとんがっている方、ここからだいたい1センチあたりですね。ここを斜めに真ん中の方に向けて5ミリ程度切れ込みを入れます。左右2箇所入れます。このハサミでの加工をもう1枚だけ行います。一番小さいものを2枚だけですね。ハサミで切れ込みを入れました。1枚だけは何も切れ込みを入れていません。そしたらこれも同じようにボンドで貼り付けてください。一番小さいものもこのように貼り付けました。あとはボンドが貼り付くのを待ちます。あとは作ったものを順番通り貼っていきます。一番大きいサイズのもの、真ん中にボンドを塗って、そして次に小さいもの、こちらを真ん中に貼ります。この時に1段目と2段目、できるだけ花びらが重ならない、少しずれたような感じで貼ってください。もう一つも同じように真ん中に貼ります。3段目も貼ったらまた同じようにボンドを塗って、次は向きを変えた、反らせる向きを変えたものを真ん中に貼ります。横から見るとこんな感じです。4段目を貼り付けるとこんな感じの見た目になります。3段目と4段目で向きが逆なので、4段目を強くカールさせてしまうと、ここの隙間が広がってしまうので、緩くカールさせるようにしてます。そしたら次のものも、どんどんと貼っていってください。で、貼る際にですね、もしも手前のものとこの次に貼るものの、横の角度、カールする具合がですね、同じであれば、この状態で真ん中を押し込んで、指でさらにカールするようにしぼむような感じで、加工してみてください。残り1個を残して全て貼り付けました。次に最後の1つを加工します。3枚のうち、2枚切り込みを入れたと思います。この切れ込みを入れたものを内側の方に倒していきます。このような感じで倒したら残りの1枚をこの上にかぶせます。この時に紙同士が接する部分がいくつかあると思いますので、その内側の方ですね、ここをボンドを塗って、で、動かないように貼り付けて固定します。ボンドで固定できましたら、この裏の方にボンドを塗って、そして真ん中に貼り付けます。ボンドがしっかりくっついたらこれで完成になります。今回は花の作り方だけのご紹介になりましたが、こちらのように葉っぱや枝なども作って、で一つの作品として飾るのもいいのかなと思います。お好みの飾り方で、作って飾ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はですね、八重咲きの椿の花の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。